こんにちは、鳥犬チャンネルです。今日はプラマックスから発売されたガリアン鉄の紋章の鉄巨人をご紹介いたします。はい、その昔ソフビで発売されてた鉄巨人なんですけれどね、今ちょっと小型になってプラキットで出てきました。驚きの時代ですね。サーバーに続きこんなん出てきましたよ。当時ね、ソフビのこういうのを買わなかったんですけれど、横目で見ながらどうしようかな思いながら、キャストキットやったら買ったかもしれないですけどね。はい、それでは組み立ての方をね、ダイジェストでパパッとご紹介していきますけども、このシールドかっちょいいですね。伊豆淵さんのデザイン。もうめちゃくちゃかっこいいです。でね、これがインジェクションで作れるのもとってもいい。で、この顔ですね。顔の分割もね、よく考えてるな思いました。両サイドのね、こう尖ってるところの中に内側の顔をはめ込むみたいな感じで、こんな感じでね、で塗りやすいんですよね。後で目がね、こうするとね。ガリアンってね、そういえばなんか大魔神辺り参考にしてこう取り込んだデザインみたいなどっかで読んだことあるんですけどね、間違えたらすみませんけど、ね、確かになんか顔のね、こういったところが頭のこの形が似てるかなとは思いますね。そういえば韓国のねアカデミーさんからも72分の1のガリアンが出るそうでね、もうなんかびっくりする世の中になりましたね。もうおっさんキラーですね、模型業界ね。はい、でこれ腕のところで、二の腕のところでサーバインと同じような組になってて、こういった肩から腕のパーツをこうフレームパーツで1回作って、それから外装をはめ込んで作るっていう、なんかそんな感じになってました。ガリアンも同じような感じですね、鉄巨人も。はい、このように内部フレーム作ります。塗るときね、内部フレームだけ先塗って、それから、はい、今つけようとしてるここの二の腕の装甲部分ですね、ここを後で取り付けて、このつなぎ目がどうしても出るんでね、つなぎ目消してもう一回サフし直して塗るっていう、そういう工程をしております。はい、このようなパーツになってますんでね。この二の腕の装甲の赤いところの部分ね、ここ今はめたんですけど、ここがね、なるべくつなぎ目が見えないような構造になってるのが面白いかな思ってました。はい、そして腕ですね。腕のとこもね、このような感じになってて、結構ね、この腕もそうなんですけど、全身至るとこう鋳造みたいな表現、ザラザラしたような表現っていうのがこのキットの特徴ですかね。かなりいいですね。はい、ペーパー掛けはダイソーで買ってきたキューブのサンディングでやってますね。で、接着剤はどうしても必要なんでね、こうやって両面塗ってくっつけてます。で、より強固にしようと思うと流し込みとか入れたりします。はい、このように作っていきます。今度胴体の方やってますね。胴体もね、こんな感じになってて、でこいつもね、可動化させようかな、どうしようかな思ってたんですけれど、この腹部のねところがね、こう結構こうチューブがわーっと出てる感じがあるでしょ。あそこを追加工作しないとちょっと無理やないうの気づいたんで、もう今回はせずに固定ポーズでそのままキットの通り作ることにいたします。はい、で胸のね真ん中と左右のモールドのとこ、あれは後で塗って貼るっていう感じに作られてます。良心的ですね。はい、でここは足のパーツです。足はこんな風になってます。足もね、鋳造のパーツがすごいです。このザラッと感がね、なんとも言えんでいいですね。はい、デザインナイフでちょっと削ってあげてます。はい、またサンディングをしてます。これ100均でね、買ったんですけど、本当にこれ便利です。はい、このように研いでいっております。でね、足の膝のとこのね、パーツがまた今から取り付けるんですけれど、これもね、メカニカルでええ感じですね。はい、今切り取ってるとこですね。このシリンダーのところ、この形が何とも言えんです。でね、もうこのガリアン、鉄巨人、塗装どうしようかな思うんですけどね、フラットでいくか、メタルでいくかっていうとこなんですけど、今回はメタルを選びました。メタリックでね、ちょっとギラッとした感が欲しかったんで、そっちを選んでます。はい。今、足の方は接着しようとして
やっております。接着剤塗っております。で、はめました。こんな感じですね。で、膝パーツがね、どうしてもこういう口がなんかちょろっと出てるんですけど、まあ、ペーパーで削ったらすぐ消える、問題ないレベルです。はい。で、股間のところですね。股間のところがね、またね、これがね、こう、今手に持ってる、こう股間の正面来るとこ、あれのダクトのところが外側にわって開いてるんですよ、台形に。あれがいいですね、表現。後でちょっとバンダイさんのミニプラのも見せるんですけど、あれ正面にそのまままっすぐ出てるんですけど、やっぱりね、こうパッと開いた感じでこう嘘の表現なんですけど、すごく視覚的効果があるっていう、ボリュームが出てくるっていう、見えますかね、上から見た台形でしょう。これがね、やっぱり造形師のね、感覚のいいとこかなと思いますね。はい。で、ソード、剣を切り取ってます。剣もね、テレビアニメの方やったらじゃらじゃら剣、バラバラになってね、無知になるやつやったんですけど、こっちのビデオの方のはね、こんな感じの、いわゆる西洋の剣みたいな感じのでね、作られております。で、サフを拭いて、それから乾いた後、ウィノーブラックを塗った状態になります。ここから塗装が始まっております。はい。まあ、パーツはこんなもんです。動かないんでね。はい。で、まず塗装は、これはメタリックでガイアのガンメタルを塗っていきました。エアブラシはタミヤの HG のスプレーワークのやつを、使ってますね。いつもの口径よりもちょっと太めのを使ってます。じゃないとね、ちょっとメタル多いとどうしてもノズルが詰まっちゃうんで、口径ね、ちょっと大きいの使いながら全体をまずガンメタルで塗っていってます。はい、この腹部のとことかね、メカニカルなんでガンメタルぴったりです。で、そこからさらに焼き鉄色なんかでね、グラデーションかけながら塗るとめっちゃいい感じに出てきます。はい、焼き鉄色が出てきましたね。はい、焼き鉄色でさーっとまた振りかけてます。はい、そして二の腕のとこなんですけど、ここはさっきご説明した通りにフレームに貼り付けて、で今吹いてるところがね、どうしてもつなぎ目出るんで削ってまたサフを吹き直してます。はい、でその後でまた黒を塗ってシルバー塗ってみたいな感じでやってますね。で赤のとこはメタルレッドを塗ってます。はい、そして、銀色のところはスターブライトシルバーを吹いていってます。膝のとことかね、さっきやってた腕のとこもそうなんですけど、こういったシルバーを塗っていってます。まあ、赤色を後で塗るところはね、少々このシルバーはみ出ててもマスキングしたら隠れるところなんで気にせず吹いていっております。個人的にはね、ガイアのこういったこうメタリック系はとっても好きです。で、ここのシールド部分もバラバラになるんでこう吹いていってます。後でね、金色のところはマスキングして、金はスターブライトゴールドですかね、あの辺り吹いてます。で、レッドです。レッドはね、今回発売されたガイアさんのメタリックパンツァーレッドを使いました。はい、ガイアさんいろんなキャラクターモデル出るたんびに専用のカラー出しててね、アイテム数もかなり増えてますね。うん、この赤色実際どうなんかな思って塗ってみたら割といい色でした。他にもガリアン用の赤色はね、あと2種類ぐらい出てますね。テレビ用のとね。はい。で、あと、その赤色のとこなんですけど、今マスキングして黒吹いてます。はい。ここ後でスターブライトシルバーを塗るんですけれど、赤からね、塗るとどうしても下地の赤が出ちゃうんで、このようにウィノーブラックで黒で隠しております。ブラックもね、最近ウィノーブラックを使うことが最近私は多くなりました。はい、このように黒吹いて、それからスターブライトシルバーを吹いております。スターブライトシルバーね、雰囲気いいシルバーなんで、かなり好きなシルバーです。これ使う前ではね、スーパーシルバー使ってたんですけどね。はい、またさらに、今度は塗装が終わったので、マスキングテープを剥がしていってます。マスキングテープ剥がしね、皆さん結構どうですか？私結構好きなんですけど、ただ好きですけどめくっていっててね、失敗したところはね、へこみますけどね。まあリタッチ可能なところはね、リタッチ筆でしたりして、はい、やるんですけれど、
まあ全然ダメな時はね、また貼り直して塗装を拭き直ししたりします。はい、このようにどんどん剥いていっております。はい、このように剥いていっております。マスキングテープ貼るときはね、いつもいろんな人の動画見ながらこうね、貼っていったりしてるんですけどね、剥くときは何も見ず、もうキットだけに集中して剥いていってます。はい、そして剥いたキットをどんどん組み立てていっております。はい、そして顔のとこなんですけれど、筆塗りで下出るカラーで黒いところを入れていきます。目のとこなんかね、入れてあげたいんで、こういう風に入れてあげます。で、下出るはみ出したら水で拭いたらいいですし、乾いてしまったらタミヤのアクリルの、シンナーですね、あれやれば落下塗料は溶かさないんで、下出るだけをうまいこと拭き取ってくれます。胸元のダクトっぽいところもね、下出るのブラックで塗りつぶしていってます。若い頃はね、こういったところはエナメル塗料、タミヤのエナメル塗料で塗ってることが多かったんですけれど、もうエナメル使うことは最近あんまりしてないですね。はい、そして腰の部分のここのダクトも黒く塗っていきます。はい、このように塗りつぶしていきます。はみ出したら拭く。はい、結構アイテム的には便利な塗料です。はい、このように塗っております。ガリアンね、このもう赤色のとこのこうボコボコした鋳造感が何とも言えん表現ですね。あとはね、また毎度おなじみのウェザリングを施していきます。はい、はい、ウェザリングは毎度おなじみの水性ウェザリングの、これはですね、アンバーをまず筆塗りでどんどん塗っていきます。もう全体にね、広げて、もう思いっきりガシャガシャと塗っていって、乾いたらあと濡れたティッシュペーパーや綿棒で拭き取っていきます。ウェザリングはね、アンバーだけでもいいかもしれないんですけど、ちょっと締めたい感じがするんで、黒を入れるとね締まるんで、一回これ乾いて拭き取った後に今度はブラックの方もやります。はい、今度はブラックの方やります。ブラックもまた全体に広げていきます。はい、もう思いっきりこのようにね、ワシャワシャと全体に広げて塗っていきます。そして乾いた後で濡れたティッシュでまた拭き取って、細かいところは濡れた綿棒で拭き取っていきます。はい、あとはね、ちょっと角のところっていうのがちょっともうちょっと汚したいな思ったんで、後でクレオスのね水性塗料で、焼き鉄色をスポンジに含ませてトントントンとチッピングみたいなことをやってます。はい、もうね、黒入れるとねちょっと締まるんですよね、雰囲気がね。結構ね渋い赤に変わってくれます、全体的に。そしてでメタルのところが結構目立ってくるっていう、そんな効果があるかなと私は感じます。はい、それでは全体を組み立てます。はい、組み立てようとしているところで一回また外してるんですけれど、こんな感じですね。はい、ここを接着するか取り外し式にするかもそれぞれのご判断でやっていただければいいかなと思います。はい、もう一昔前のね瓦礫とかやったらね、真鍮線打ってこう抜き差ししたりしてたんですけどね、もう今時期のこのプラマックスさんはね、
こういった形のはまる環合性の良さそうな凹凸つけて、はい、付け外しも一応できるようになってます。稼働の方はね、こういうキットなんで、求める方はやったらいいかなと思います。私もサーバーインでやりましたけど、ただガリアン、鉄巨人でやろうかなと思ったら、もう、この腰というかお腹の部分のね、チューブがわーっと出てて、あと背中にラインが曲がって入ってるんですけど、そこをまっすぐにして、ちょっとね、別パーツ作ってあげなきゃいけないキットかなとは思います。あとはね、関節を何持ってくるかなっていうところになると思います。関節のね、もうちょうど今はめようとして見えてるんですけどね、ここのシリンダーギミックとかなんかすんごい造形してますからね、ちょっとそこ捨てちゃうのはもったいないんで、どうするかないとかありますね、可動にするんやったらね。あと可動にしたらね、シールドがちょっと重たいんでね、そこ支えるのもちょっと困難になるかもしれないです。はい、腰アーマーなんかもね、すんごいいい出来してますね。とりあえず今回ははめるだけにして、接着剤の方はこの辺つけてないです。塗装しとけばね、ちょっと一膜厚くなってるんで、それなりに止まってくれます。はい、回転させてみます。はい、そしたら比較の方ですでにあるバンダイさんのスーパーミニプラ食玩の方なんですけどね、これと並べてみます。ちょっとね、食玩の方が小さいですね、スーパーミニプラの方が。シールドがね、やっぱちょっとね、モールドも甘いかないう感じがします。でも食玩ですからね、あるだけマシ。ただ関節がね、ちょっとやっぱ怖いですね、折れそうですね、こいつはね。スーパーミニプラもいずれはね、関節部分とかポリキャップとかに変えてなんとかしたいかな思ってますけど、合うポリキャップがね、実はあんまりないんですよね、このシリーズってね。でもなんとか作って塗装までしたいかなとは思っております。はい、ガリアンでした。はい、鉄巨人でした。90年代瓦礫をね、触ったことある人やったら、これプラモで出たのは本当すごいことやなと思います。はい。もう私今回買ってよかったかなと思ってます。ただね、稼働させるかどうかはね、それぞれのご判断になるかなとは思います。海洋動作の方もね、プラアートで出てくるいうことで、こちらも楽しみにしてます。多分ね、邪神兵が横たわって、邪神兵の首取ったりしてるやつじゃないかなと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。